テーマは私のライフワーク、ワンヘルスです。倉内先生、どうぞよろしくお願いいたします。ご紹介をいただきました倉内でございます。セミナーで、講師を務めさせていただくことになりました。今日は柳川市、大川市、そして宮山市の市長、それから議会の皆さん、たくさんご出席をいただいております。この3市におきまして、県南でいち早くワンヘルス宣言を出していただきました。ワンヘルスを推薦していく立場でございます、我々福岡県議会議員といたしましては、こんなに心強いことはございません。これからもどうぞよろしくお願いを申し上げたいと思います。今からワンヘルス、私のライフワークでございますが、このワンヘルスについて話をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いを申し上げます。では、これは昨年の2月にですね、首相官邸に行きまして、ワンヘルスに関するそのことを総理にお話をさせていただき、昨年の秋にアジア大会を7年ぶりに我が国で開催をすることを伝え、ご案内をしておるところでございます。この両脇にですね、参議院の、松山先生と大井先生に同席をいただきました。藤丸先生にもここへ、官邸に行くことについてご尽力をいただいたところでございます。次はお願いします。今、マルコス大統領が、東京に、おいでになっていますが、40年前にですね、私ラブグリーン事業といってフィリピンの山に植林活動に行っておりました。当時、大統領知事で、ございました。で、妹さんのあゆみマルコスさんが国会議員でございました。で、我々のこの福岡県の青年のラブグリーン活動について大変高く評価をいただいておったところでございまして、そういった話を藤丸代議士がおそらくフィリピンで大統領と会って話をしたんだろうと思うんですけども、大統領ご面談からぜひ会長をお会いになってくださいと、こういうことで橋渡しをいただきまして、大統領と話をし、このワンヘルスと話をすることができました。大統領が左側の写真で手にしておられるのが、我々日本有志会が作っております、福岡県有志会と一緒になって、作成しましたワンヘルスのこのテキストでございます。全部英文でございますが、この本を差し上げましたら、大統領の方から、ワンヘルスだと、そういったことをおっしゃっていただきまして、大変有意義な話をすることができ、これで、フィリピンにもワンヘルスが広がっていくんではないかと喜んでおるところでございます。次お願いします。次。このワンヘルスということはですね、今COVID-19 感染症を猛威振るってますが、この特効薬ではございません。こういった感染症を予防する、そういった概念、考え方、あるいは取り組みでございます。で、地球を取り巻くこの自然災害っていうのは3つここに分類されるんですね。まず気象、地球の周りでありますが、その気象災害には台風、豪雨、で干ばつだとか地球温暖化という現象がございます。で、近く、これ地球の中ですけども、この災害が地震、津波でございます。で、我々生態系、地球上に生きている我々の生態系に起こる災害が、実はこれ生物災害というところがありまして、食害とありますが、小さいやつは大一号だなでございまして、でかいやつになるとこの世界中をこのようにさせるパンデミックが発生する感染症でございます。つまり今回の COVID-19 というのは自然災害でありますが、このコロナウイルスは3度目なんですね。SARS、MERS 発生しました。災害であれば台風枠では我々備えやるでしょう。何の備えもできなかったことが今回これだけ大きな災害になっているということでございます。次お願いします。で、今申し上げましたように、この備えっていうのはですね、個人である。これ、風邪に似たようなものでありますから、免疫力を高めて健康であると。
それから公衆衛生をしっかり堅持する。これが一番大事な個人の備えであります。ずっと言って、これ国際というのがありますが、国際的にはですね、やっぱりこれ、今2日で金は地球を一周しますので、世界中が連携をしてやらないと、日本だけやっても何の効果もありません。それからもう一つ基本的なのは、貧富の格差をなくさないとダメなんです。このウイルスが発生するのはほとんど発展途上国でございます。そういった国々は公衆衛生の教育も十分なされておりませんし、ウイルスというのはそういったところにたくさん発生するわけでありますので、そこで発生しない、発生してもそれを抑止する。そういったことをやらなきゃならない。そのためは世界中がやっぱり貧富の格差をなくすと、こういったことが必要だということでございます。次お願いします。で、1S には6つの柱がございまして、まず共通感染症、対策、それから薬剤耐性菌対策。これはですね、横倉会長も柳川で講演でおっしゃってました。この薬剤耐性菌。風邪ひくと、どうしても患者さんは抗生物質求められるんですけども、抗生物質のは細菌に効くやつですね。この病原体っていうのはでかいやつがいると、寄生虫、プリン体、細菌、ウイルス。ウイルスには抗生物質効かないけども、なんとなく我々も我々だったら安心です。そうすると、抗生物質を飲むと、細菌がこの抗生物質に勝とうとするんですよ。今回の COVID もそうですね。ワクチンが開発されると変異していく。要するにもう人間とこの細菌というのは戦いですから。どっちが先に進化をして勝ち抜くかなんです。ですから、薬剤耐性菌の変な使い方するともうペニシリンが効かなくなる。いわゆる病気になって、病院に入院しても薬がないという。近い将来ですね、5000万人ぐらいの死亡者が出るのではないかという予測がございます。だからこの薬剤耐性菌もしっかりしたね。でまず人の健康を守る。動物の健康を守る。そして環境の保全。つまり地球上にある命というのは人も動物も環境も一つであると。これはワンワールドワンヘルスという考え方です。そこからワンヘルスという言葉になってきている。で、6つ目がですね、人と動物が共生社会を作っていかない。人間は今偉そうに生きておりますが、タンパク源というのは、いわゆる家畜、そういった動物から我々は取得しているわけであります。で、この家畜を食べるなっちゅうんじゃないです。この動物は我々人間に享するために生きてるんですけども、この動物がやっぱ健康でなかなきゃ我々も健康にならない。また、動物のやっぱきちっとした福祉を守ってやらなきゃいけない。そうすることによって、やはりこれからの難しい時代、環境悪化の時代を我々は生き抜くことができるという、これは基本的な考えでございます。この6つの柱がワンヘルスの柱でございます。ということです。で、今申し上げましたように、人、動物、環境、これは相互に、この命というのは繋がっているわけなんですね。いわゆる産業動物が自分の命を人間に供することによって我々生きている。我々もまた何らかの形でこの地球上に還元をしているということであります。次お願いします。で、この感染症というのは大原則がありましてね、いわゆる感染源、感染経路、宿主。この感染源は今回の COVID でいきますと、コウモリだと言われています。で、感染経路、これは仙山孔と言われてますが、私は蛇じゃないかと疑ったんです。で、宿主、これは人であり動物なんですね。普通は人だけにしかかからない病気。人のインフルエンザはそうなんですよ。鳥のインフルエンザは人間に感染しませんか？人間のインフルエンザも鳥にいかない。今回の共通感染症っていうのは、人と動物相互に行き来するんです。これ、狂犬病だとか、エボラだとか、SARS、MERS。これはズーノシスと言いますけども、1900年代の最後にこの言葉が出てきたんですけども、いわゆる共通感染症。これは宿主で人と動物。これでいきますと、野生動物、動物、人、動物、獣医師っていうのは全部関わるわけなんですね。ですから我々獣医師はこの共通感染症については随分昔から携わっている。野生動物を分類したり、あるいはワクチン開発にどういったものがいるかということを研究をしてまいりました。次お願いします。で、なんでこんなに急に最近感染症が増えてきたかというと、人と物の移動が大変早くなった。昔地球一周するのに1年かかったのが2ヶ月になって今2日です。それだけ早くウイルスも世界中に出て回るということですね。動物性タンパク質を過剰に我々は今摂取しようとしています。だから
そのために人類がいい生活をしたいために、開発途上国では農地をむやみに拡大した。これは日本でも言えるんですね。ですから里親問題が出てまいる。そこで動物の摂取が増えてしまって。だから野生動物、これをですね、なんとなく観光目的みたいな形で捕食をするようになりました。だから天然資源を無計画に削除し、自然を破壊している。これは化石燃料がそうだと思います。で、都市化による身近な自然の破壊と里山等ですね。だから食品の生産技術が大きく変化をしてきたということがあります。それからもう一つは気象変動、温暖化であります。将来、我が国がもう少し温度が上がれば、マラリアが発生する可能性が非常に高くございます。次お願いします。で、この感染症っていうのはですね、この新型コロナウイルスだけでは終わらないと。いわゆる60万ぐらいのウイルスがおると言われています。その中分かっているのはわずか1400ぐらいしか分かってないです。その1400の中でもきちっと判明しているのは80ぐらい。ほぼブラックボックスなんです。ですから、次どういったウイルスが入ってくるかも分からないと。こういう状況にあるということですが、ずっと歴史をたどっていきましても、ウイルスに人間が勝ったというのは数少ないんです。この天然痘だけは人間が勝ちました。これ何の図かと言いますと、これヨーロッパを飛んでるですね、この黄色い光線は1日に飛んでる飛行機の数です。こんなに飛行機が飛ぶ。ですからあっという間に、ウイルス菌っていうのはもう国境を越えるということです。次。これ世界地図ですけども、インドとか日本だとかアジアは真っ白ですね。これ白い方がウイルスの発生が高いということ。つまりアジアはウイルスの発生のホットスポットだと。こういうことが言えるんです。次。で、ウイルスっていうのは人間との戦いですけども、人間も黙っちゃいないんですね。ウイルスというのは社会を動かす大きな原動力になります。パンデミック等が発生します。そうすると人間も知恵を出してそのウイルスあるいは社会を変えていこうという努力をするんです。次お願いします。今から100年前にスペイン風邪っていうのが発生しました。これはヨーロッパで発生したからスペイン風邪なんですけど、もともとはカナダの野生動物の鳥のガンがアメリカのフィラデルフィアにやってきて、ここで人間に感染した。ところがここからヨーロッパにアメリカ軍が行ったんです。第一次世界大戦の支援で。軍隊というのが一番3密なんです。ですから3年ぐらい、第一次世界大戦続いたんですけど、こんなに早く収束したというのは軍隊もほとんどスペイン風邪だったんですね。5000万人ぐらい死んでますから。日本で50万ぐらい死んだと言われて、おります。で、このことを踏まえて人類は何やったかと言いますと、もう世界的な戦争したらいかんということで国際連盟を作りました。それから人間の健康っていうのは我が国だけじゃいかんのだと。国際的に連携を取らなきゃいかんということで、これ WHO とか OI っていうのはこれ動物の WHO だと思ってください。こういったものを作りました。これはまさしく進化なんです。ですから私は何を言いたいかというと、今回の COVID-19 でも我々進化しなきゃならない。その一つは宮山にできる 1S センターであるということをご理解いただきたいと思います。次お願いします。で、1S というのは今までこのどういう歴史をたどってきたかと。また私にとってこの 1S というのはどういうものなのかということを話をさせていただきたいと思います。次。随分若い頃の写真ですが、この左側はですね、昭和57年になりますから、私26歳の時、亀井知事が明日の青少年を育成するということで、青年の船事業っていうのがあってまして、これが班長で中国に来ました。で、その左側の写真がですね、冒頭申し上げましたフィリピンのこのミンダナオ島なんですけど、これ5年前に植えた木がこれだけ大きくなったんです。これはラブグリーン事業でございます。写真のですね、左から2番目の方は松山参議院のお父様でございます。次お願いします。で、これは常陸宮殿下が動物愛護運動の日本のリーダーでございまして、その隣におられる大原さんがですね、麻生太郎先生のお母さん、吉田茂郎のお嬢様でございます。で、その次は私で、
なんでここでこういう写真があるかと言いますと、うちも炭鉱屋でございまして、麻生先生のところは炭鉱屋で、私が大学を出ましたら、その麻生和子さん、おばさんから呼ばれまして、あなた国家資格取ったかと。いや、取りました。じゃあ卒業できるかと。大体できると。で僕は中央競馬会に行きたかったんですね。これあんたね、九州に帰ってね、動物愛護運動やんなさいと。これから必ずこれが文化のボロネーターになるよと。こう言われて、福岡に帰って私、動物愛護運動を始めたんですけども。で、そのうち私、獣医師会の会長になって、九州の会長になりました。で、この時に、九州の生動物をなんか守ろうじゃないかという話になりまして、奄美のクロウサギにするか、ヤンバルクイナにするかとかいろいろありましたが、私はやはり対馬と西表に限局して生息をしているこのヤマネコ、これはもうレッドデータに記録されるようになりましたので、これをやろうということで、対馬と西表にですね、動物の診療所がなかったんで、九州に4000名の獣医師がおります。で、4000名の獣医師にみんな金出してくれると、10年間。そして診療所を作って、山猫には僕ら手出せないんですけど、山猫曰く、お前たち人間が来たから俺たち困ってると言ってましたから、その山猫が困ってる要因を除去したい。例えば、野良猫だとか飼い猫にワクチネーションをやる。避妊手術等をやるとかですね。そういった活動を13年やりました。でそういうさなかにですね、セイタカワダチソウだとかブラックギルだとか、ブルーギルだとかブラックバス。日本にない生態系が日本に入ってきて日本の環境を壊すことが問題になりました。そこで我々は、これはやはり山猫活動をやってて山猫は、お前たち人間が外来生物だと、こう言ってましたから、そういったことを言ったら国会で、じゃあその特定外来生物防止を作ろうという話になりまして、これそうなりますと、意見陳述というものを代表者がしなきゃならないわけでありまして、参議院の環境委員会で意見陳述を行いました。大体原案通りの特定外来生物防止法が成立といたしました。次お願いします。で、私はそういったずっと自然保護活動といいますか、そういったものをやってきた中で、今回ワンヘルスというこのものに至ったわけでございます。で、世界的にはどういうことが起こってたかと言いますと、ウィリヒョウというこの病理学者がですね、初めて人と動物の共通感染症、さっき言いましたね、人と動物と行き来するズーノシス、こういう言葉を提唱したんです。で、その後にですね、1993年に、世界医師会が世界大会ベルリン宣言と、地球上の健康を守っていかなきゃならんということを宣言いたしました。そして、その後に2004年、ニューヨークマンハッタンで、いろんな団体が集まりました。ここで初めて人と動物の健康は一つであるという、こういったですね、極めて厳極した宣言が出されたわけです。で、それを踏まえまして、OI というのは人間の WHO でありますが、ワンワールドワンヘルスということを使うようになりました。そしてその後に、世界医師会と世界獣医師会がお互い自分たちがやる役割だということで、ワンヘルス宣言の締結をいたしました。そして2015年にですね、初めてスペインのマドリードでワンヘルスに関する国際会議がございました。ここで横倉日本歯科医会長と私が講演をするということになったわけでありますが、この時にも今日同席をしてくれております医者であります秋田ワンヘルス特別委員長はヨーロッパに来てくれました。次お願いします。で、日本獣医師会はどういう取り組みをしてきたかといいますと、2004年にいわゆるそのマンハッタン宣言が出て、これを受けまして2010年に私は日本獣医師会で動物と人の健康は一つであると。それは地球の願いなんだと。こういう活動指針をですね、提案し、採択することができました。そして2013年の11月、実は2013年の6月に私、日本獣医師会の会長になりました。で、この時に横倉先生はすでに日本医師会の会長でございまして、東京で横倉先生から一杯飲もうかという声をかけていただいて、二人で飲んでまして、お互い福岡県の田舎から日本を代表する会長になることはもうないだろうなと。そうですね。何か二人でやれることなかろうかと言ったら、私も横倉先生もやはりこれはワンヘルスしかないんじゃないですか。で、ここから始まったんです。
で、2013年に、そういうその横倉先生と6月に話をしまして、その5ヶ月後にですね、日本医師会と日本獣医師会とワイヤレスに対する学術協定を結ぶことができます。そして2020年にこのコロナウイルスの感染下に新しいワイヤレスの実践に関する共同声明を出しました。次お願いします。これが2015年スペインのマドリードで、横倉会長と私が講演をしている時の写真でございます。次。で、このことが高く評価をされましてですね、いわゆる2番目のその世界のワイヤレス会、セカンドチーコと言いますが、これをぜひ日本でやれと。その世界医師会が横倉会長に行って、世界獣医師会が私に行ってきました。で、横倉会長と話をして、やろうかと。で、どこでやるかという、日本でやるというのは簡単に決まったんですけど、日本のどこでするかというのがなかなかですね、こういう国際会議というのは3年ぐらい時間いるんです。会場全部貸してくれない。と福岡でやりたかったんですけど、やっぱり一応東京、大阪、それから京都らしいにするんですけど、全部詰まってるんですね。で福岡も意外とですね、この当時多くて、空いてませんでした。そこでひらめいたのが、ひょっとしたら北九州は空いてるかもわからない。この当時北九州では何があってかと言いますと、ドンパチがあった。で、聞きましたらリーガロイヤルが会合が一つしか入ってない。西日本展示場も北九州市が何とかします。で、会場を確保できたんで、この北九州で、やることができました。次お願いします。で、福岡宣言というのを出すことができました。この左の写真、一番左が横倉会長、それから世界医師会会長、世界獣医師会会長、そして私でございます。で、なぜ福岡宣言にしたかというのは、僕らもなんとなくやっぱり郷里、福岡県をやっぱ世界的に知名度を上げたいと。昔からその、高校の時にもそうですけど、戦争があった、何か国際的にあったとか、ヤルタ会議があったとか、なんとか宣言が出された。その知名はまだ残ったんですね。ですから、この分野では初めての宣言ですから、この冠に福岡というのをつければ、必ずこの学会等では世界中で福岡宣言が当分生きるわけでありますので、この福岡という官名を横倉会長と2人でつけることができました。次お願いします。で、福岡宣言は、共通感染症の予防とか薬剤耐性検で、医学と獣医学をもっと改善して整備していこうと。そして、健康で安全な社会のために医師と獣医師が交流をしようと。こういったワイヤレスの具体的な4つの宣言をすることができました。次お願いします。で、これが、横倉会長と私が日本獣医師会と日本医師会の学術協定を交わした時の写真でございます。次。で、これはですね、コロナが一番蔓延している時に2人で新たな宣言を出そうということで、ワイヤレスの実践に関する共同声明を出しました。写真の一番向かって左側の赤いネクタイは、これですね、パマホームのオーナーでございます。朝飯を食ってて、こうやって宣言出したら、俺もなんか一つ役に立てる。マスクをやろうかと言いました。もうマスクでもいいですねと。もう僕は1万前からそれぐらいかと思ったら、なんと50万前にもできてくれましてですね、この時、共同記者会議に同席をいただきました。次お願いします。で、こういった流れの中で、なぜ日本で初めて福岡県議会がワイヤレスに取り組んで条例を作ったかということです。次。で、2020年にですね、まず決議案を出しました。人類共通感染症に対応しなきゃならない。そして、その半年後に福岡県議会がワイヤレス推進基本条例を設定し、これをですね、しっかりと1月5日なんですけども、知事が施行してくれました。で、2022年にですね、これの具体的な実践を促進する条例というのを作りました。次お願いします。ところがなかなかですね、ワイヤレスというのはみんなよく理解をしてくれませんでしたし、普及しませんでした。で、秋田県議とか板橋県議はないんですけど、私が県議会でワイヤレスって言ったら、会長わかると。犬の健康じゃろと。それは間違いないけどね。犬だけじゃなくて、君の健康もそうだと言って、そのレベルだったんですね。それでもう少し公募せないかんということを、マスコミも非常に気遣って出まして、NHK でこのワイヤレスに対していろいろ講演をさせてもらいました。次お願いします。
で、もちろん県議会、それから今日は執行部もたくさん来てくれてますけど、執行部にも理解してもらわなきゃならんということで、福岡県議会で執行部と議員全部集まって、このワンヘルスということの講演をさせていただきました。次。で、これ、小川知事が最後に、やられた議会となってしまいましたが、私がこのワンヘルスの推進について一般質問で知事に質問をやったわけですけど、ここはみんなからぜひ僕にやってもらいたいということでやりました。とうとう小川知事とは本当に最後、知事もこれが最後だったんですね、出席されたのは。で、福岡県の主な取り組みでございます。次お願いします。知事が自分の3つの大きな政策の一つにですね、ワンヘルスの推進を出しました。次。で、こういった行動計画書という本も作りました。次。で、これがワンヘルスセンターなんです。これをですね、宮山に作ると。こういうことになりまして、これにはですね、板橋県がずいぶん前から保健所の統廃合があった時から、宮山に保健所がなくなるのはいかんということで、またここに何かをとにかく持っていきたいと。古賀先生が作られた大学がもうそろそろ閉校になるので、これをやっぱし何かしたい。こういう熱い気持ちを持っておりまして、私も秋田先生も、この場所はいいんじゃないかと。で、横倉会長も、すごく近くでございますので、横倉会長と2人で見に行きまして、いいですねと。こういうことで、ここに決めるということになったわけです。この一番大きなところはですね、筑後の家畜保健衛生所、これをここに持ってくるようにしました。で、ここが大きな、いわゆる備えがなかった点でありまして、家畜保健衛生所っていうのは昭和26年にできた家畜伝染病予防法家電法に基づく施設でございます。で、ここで家畜というものでありますから、牛とか馬とか家畜しか見ないんです。ところが最近の豚熱、COVID-19、エボラ、すべて野生動物なんですよ、感染源。野生動物をチェックする法律がございません。豚熱どうなっているかというと、豚熱を持ったイノシシが家畜に接触をして家畜が発症したら初めて動けるんです。今日は行政の方多く見えてますが、法律条例の裏付けがないと動けないでしょ。全くそういうこの空白だ。ですから僕は15年前から農水省にぜひこれやらないと大変なことになるよと言ったんですが、まだ法律は家畜伝染病予防法は改正されておりません。そこでですね、じゃあ2枚看板でいこうと。筑後の家畜保健衛生所という看板はかけていいと。その倍ぐらい大きい看板を動物保健衛生所としてかけて、すべての動物、家畜だけじゃなくて、野生動物、大牟田の動物園による展示動物、それからペット、すべての動物をここでサーベランス、検査できるようになりました。これは世界で初めてです。次お願いします。そういうことになりましたらですね、今よくテレビに出ております、国立感染症研究所とかではですね、国の機関が、この柳川に作りますワンヘルスセンターとすでにもう研究を始めようと。特にこの辺にSFTS というマダニが媒介して死んでしまう病気がございますが、その研究をもうすでにスタートしています。次お願いします。で、この間の秋のアジアの大会の時に大堀公園にこのドッグランができました。これは人と動物を一緒に楽しめる施設ですね。だから馬術場もできました。馬術ってのは人馬一体と言います。このスポーツの分野で人と動物が一体でやるというのはこの馬術でございますので、このが作られました。次お願いします。で、今福岡県はどういう進化を遂げようとしているかであります。ワンヘルス宣言をした事業者を登録しようと。これはワンヘルスの年に賛同するとか、活動をやるとか、情報を発信する。で、どういうところなのかと、横倉病院、あるいは何々薬局、あるいはガソリンスタンド。こういったところはワンヘルスの概念に基づいて事業を展開するとなると、このワンヘルスの認定証をつけるということになります。昔は実ジャスターですね。安全だとか、品質だとか。今は実ジャスターと言ったって、皆さんピンとこられない。SDGs の方が流行ってますので、でも今からはこのワンヘルス認定してるということはすごい付加価値が出ると思います。次お願いします。で、特にこの農林水産物、
これにはですね、ここののぞみ全営の中央会の会長、それから西田漁連の会長たちがですね、今ブランド化ですごい競争してるんですね、日本国内。ですからワインス認定の農産物作ってくれと。そうすると対外的にすごく販売しやすいということでですね、このワインス認証もするようにしてます。次。で、教育の中でやはり、県会員は随分分かってくれましたが、子どもたちにまず分かってもらわなきゃいかんということで、福岡県下の全部の小中高にこの右側のリーフレットを渡して、教育の中で教えております。向かって左側ですけども、これハワイ州議会真ん中の方が知事でありまして、これ知事がドクターなんですね。で、ワインレスをおやりになってたんです。で、こっち左側の写真がこの知事と私と秋田先生と、それから今の議長の桐明議長とハワイ知事とその意見交換で、要は何言いたいかというと、福岡に県立大学が3つあります。女子大学、これは、食品ですから、いわゆるワンヘルスの質ですね。で、北九州歯科大学、これはメディカル。で、田川の福岡県立大学、これは福祉だとか看護ですから。全部ワンヘルスなんですね。ですから、福岡県立三大学とハワイ州立大学の医学部すでにワンヘルス学やってますから、ここと包括協定結べないかと。こういうことのですね、話し合いを、実は、秋田先生と私で小倉会長でハワイにも行きまして、ずっとやってきました。で、これ何になるかしたら、これが宮山のワインセンターに大きな影響を出てくるんです。今から我が国ではワインスがスタートします。で、すでに今、九州大学の医学部、福大の医学部、久留米大学の医学部、全員ワインスに入りたい。で、それぞれの医学部で医者のライセンスを取った人が、ワンヘルスの学位へという。そしてやはり自分たちは、それぞれの専門プラス、そういった学位を持って社会に大きく貢献をしたい。こういうことを強くおっしゃってますので、大学院を作らなきゃいけない。ですから、宮山のワンヘルスセンターっていうのは、すごくこの教育の場でも、将来大きな広がりがあるということでございます。次お願いします。で、これが、今年の1月ですね、ハワイ大学医学部で、私で横倉会長と秋田先生後ろにいますが、交流をし、かなりここで煮詰めることができました。おそらく4月以降に、知事選党で、かなり福岡の経済界、医学関係、大学関係を一緒にハワイ行かれると思いますが、そこで知事が包括協定を結ぶと思います。この時は短縮に行くんじゃないかと思っています。次お願いします。で、フェスティバルもずっとやってるんですが、これは板橋先生のお父さんと私で始めた筑後広域公園。これ実は自然との触れ合いを主な主眼に置いた公園で、広域であると。で、今ずっとこれはワンヘルス化してるんですね。ワンヘルスゲートもできましたし、自然もたくさんありますし、で、宮山にも新しい時代の施設がたくさんできましたし、トークショーをやったりですね、いろんなことをやってます。次お願いします。で、このワンヘルスの一番身近なですね、取り組みというのは森林浴なんですよ。本当にですね、森林浴をやるともうまさしく生き返ります。で、これはもうエビデンスが出てるんですね、学説で。ですから、僕は、宮山のとかあそこの山、あれでいいと思うんですよ。あそこに登って、そして森林浴をやると。そうするとおそらく福岡県が成立するんですね。参道だとか。清美さんが、福岡県のワンエルスの山だと。こうなると思います。一応今は塩路の山、福岡県の中心の太宰府にある塩路の山を整備するということになっています。次お願いします。で、この間、この柳川でワンヘルス推進大会があって、横倉会長が講演をされました。で、私たちも参加をいたしました。で、左側が、オウムたちがワンヘルス宣言をやられた時の写真であります。次お願いします。で、いよいよこのワンヘルスというのがもう、我が国でも随分固まってまいりました。それで、これをそのアジアに広げていきたいと思っています。で、我が国ではですね、
参議院の松山先生が去年の代表質問で 1S をやりました。で、岸田総理は福岡県の 1S の取り組みはすごいと。ぜひ自分たちもやりたいと答弁いただきました。その後の予算委員会で自見花子参議院議員が、この 1S に対する質問をやりまして、いわゆる CDC センターが必要ではないか。これ今できるようになりました。そして今年の参議院の代表質問は、大家先生でございまして、何を言ったかと言いますと、世界に広げていかなきゃいかんと、このことを。それができるのは我が国福岡だ。だからその G7 広島サミットでぜひ 1S を取り上げてもらいたい。で、総理はきちっとやりますと言ってきました。で、藤丸代議士が今、この内閣副大臣でありますが、環境省担当なんですね。で、1S はもう環境省、動物愛護は全部環境省ですから、環境省に対しましてもですね、随分応援をしていただいてますが、まさしく福岡県の国会議員の先生方がこの 1S を随分バックアップしていただいている。で、近々国会に 1S 議連ができるということで、今準備がされているところでございます。次。で、これはですね、その、去年の7月にフィラデルフィアで、全米獣医師会に出て、1S スピーチした後に、実は秋田先生がハワイ大学で 1S やってるようなんで、帰り寄っていきましょうや、と言うんで、まあ、いいや、と。で、ハワイ大学行きまして、初めて知りました。1S スタッフがあったんです。で、向かって右側から1、2、3番目の男性。彼はドクターです。ドクターだけども自分は 1S の学園にとってもっと貢献したい。で、こうやって来ている。つまり、宮山の 1S センターにそういう大学院等の機能を持たせれば、こういうことになるということです。次お願いします。で、これは去年の秋に、このアジアの大会をやった時のものでございます。福岡の市北区で行いました。次。で、ここでもワンヘルス宣言を出しました。また福岡という名前を付けることができました。アジアにはかなり福岡という名前が伝わっていくと思います。次。で、このワンヘルスっていうのがですね、アジアのこの連合会の中になかったんですね、分野が。ですから私は会長になるときにワンヘルスをやるんだということでアクションプログラムをファバの中で入れ込むことができました。ところが、このファバのオフィスというのは、タイのバンコクに設置される。これはもう国が認めるやつですから、この中に 1S の機能がないんで、ぜひこれを福岡に作りたいと。で、アジアに対して一番の窓口でもありますし、福岡なら今ならできるんじゃないかということで話しましたら、九州経済連合会、それから商工会議所、福岡県議会、福岡市長、福岡市議会、そして知事もですね、ぜひ誘致をしたいと。こういうことで、うまくいきました。次。で、これは福岡県のアクロスというところにですね、設置をするということが、決まったんですが、その要望をしていることです。一番、左側が西鉄の倉富会長、こちらが、旧経連の会長、次が秀明議長、知事、私、そして一番右側が、福岡商工会議所の福岡県商工会の会長の谷川元西尾市の頭取であります。こちらから要望書をいただいて、誘致活動を行いました。次。で、これは誘致が決定して調印をしているところです。次。で、これはアクロス福岡にこの場所が決まりまして、今年の8月から入居いたします。で、このアクロス福岡にはですね、私たちが27年前に初めて福岡に国際組織を誘致しました。これは国連のハビタットという組織であります。で、国連のハビタットの事務局長がナイロビからお見えになりまして、倉内会長、そのワンヘルスをやってるでしょうと。はい。で、自分たちもご承知のように、その発展途上国の住居改善によって、住民の健康に結びつけるというのが自分たちの仕事であります。で、ワンヘルスも人間の健康を支えるということだから、同じ目的なんで、共同でプログラムを作りませんかと、こういうオファーがありましたが、まだこの決定する前だったんで、もし誘致が決定してはやりましょうということで、今具体的に話をします。これもですね、宮山の 1S センターに直結するんです。これは国際組織であります。
そして今、九州知事会をまとめて、服部知事が政府に言ってるのは、国がやっと CDC センター作って言ってますね。これのサテライトがいるんですよ。バックアップする。そうすると先ほど申し上げましたように、感染症っていうのはアジアが一番のホットスポットですから。この九州にそのサテライトを作り、できれば福岡にという、これ知事会でもまとまってますから。近々私はこれもできると思います。ここが大事ですね。このパワーの国際組織、そして国が作る CDC センター、それと宮山のワンヘルスセンターです。これ一気通過になると世界で初めてなんですよ。で、これをぜひやり遂げたい。これは板橋君の仕事だと思います。私も、秋田先生もそう長く見解できることではありませんので、板橋君に皆さんぜひ期待をし、板橋君を大きく育てていただいて、地域のため、また福岡県、そして世界のために役立つことにしていただきたいと思うところでございます。次。で、これからの課題でございますが、次。先ほど言いました、いわゆるその国が作るアジアの人口人事共通感染症センター。それから野生動物をチェックする法律をきちっと作ってください。それからワンヘルスの世界的な先進地。どこに行っても、ヤルタというのが残っている。骨盤というのが残っている。ワンヘルスであれば福岡だというのがですね、残るようにもっと頑張っていきたいと思っております。次ので、最後なんですが、いわゆるこの地球っていうのはですね、よくほら、みんな、先祖からね、引き継いだと。で、立派にこれをして、次にいらなきゃな。ところがそうじゃないんですよ。実は子供たちから預かった。ということは、立派な形で子供たちに返さない。これはワンヘルスの考え方でございます。ぜひ今日は、これだけのたくさんの方が、この地域を代表する皆さんに話を聞いていただきましたので、自らのワンヘルス運動を起こしていただく。そして自らが進化をする。感染症から進化をする。そして宮山にできるワンセンセンターをこの県南みんなで支え盛り上げていくと。こういうことをぜひ続けていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。